てんてんクルーの大河です。今日ですね、相方の大ちゃんから新しくめちゃくちゃいい三脚が届いたんで、ちょっと別のお部屋で撮ってみます。前回見ていただきましたエアズームタイプのご紹介動画、ざっくりとうんちくを垂れ流しちゃってるんで、そちらのあたり見ていただいて、今回は、このエアズームタイプを履いてみた感想を、お伝えできればと思ってます。まずはですね、履いてみた動画、ぜひ見てみてください。どうぞ。今回に関しては履いてみた感想もざっくりお伝えできればと思います。結果から言うともう驚きの連続です。めちゃくちゃ良かったです。悪いところも1箇所だけあるので、それも踏まえてお伝えできればと思います。まずですね、何よりも後ろの柔らかさに驚きです。もうふわふわしてます。1時間ぐらい履いたんですけど、どうでしょうね。もう最初の10分ぐらいは慣れない感じでした。僕の感想としては、最近災害時とかに使えるようなパワードスーツってあるじゃないですか。あれに似たような感じで、自分の意思とは裏腹にすごく足が前に出るような、シューズ、スニーカーだと思いました。何よりですね、まずもうかかとで、着地してぐにゃっとふわっとくるんですよ。シュロンがですね、衝撃を吸収してくれます。で、その後、つま先、フォアフットの部分で、蹴り上げた時ですね、ズームポッドの方がもうかなり反発するような感触があります。本当におのずと前に足が動くようなスニーカーだと僕は感じました。で、少しですね、軽くダッシュもしてみたんですよ。走ってみたんですね。走った時にやっぱり驚きがあります。エアズームアルファフライネクストパーセントのプロトタイプなんで、いわゆるランニングシューズ的な位置づけでもあるので、もう全然走れちゃうなと。むしろ走ってる方が気持ちいいなっていうのが、このスニーカーの印象です。ここのですね、TPU プレートに関してはそこまで感じることはないです。これがあるからプレーを防止してくれるっていうのはちょっと僕にはあまり感じなかったです。アルファフライネクストパーセントの場合はカーボンが使われているんですけど、カーボンだったらちょっとまた印象が変わるのかなとは思うんですが、カーボンってやっぱり単価がかなり TPU と比べても全然高いので、この金額ではなかなか使えなかったのかなと思います。ただ総じてこれが18,000円台で買えるのであればちょっと驚きですね。やっぱりナイキってテクノロジーを詰め込んだハイテクシューズのメーカーとしてはもう抜群なんだろうなと僕は感じております。あといつも僕がよく言うんですけど、スニーカーってやっぱり真上から見た時が自分が一番よく見る目線なので、そこも結構重要視したいところなんですけど、このですね、やっぱりポッドの部分ですね、がポコポコっと見えるので、好き嫌い分かれるとは思うんですけど、僕はそれがすごくいいなと。近未来チックなボルトのカラーと外側はオレンジがパッパッと見えるので、そのあたりが非常に気に入っております。で、通気口、ベンチレーションに関しては結構空いてるので、風がふわっと足元に吹くと非常に涼しいです。なので、ちょっと秋冬とかは結構きついかなとは思います。で、意外と良かったのが、このですね、かかとの部分のプニプニした部分ですね。面が入ってるのか、エアーが入ってるのか、ちょっとわかんないんですけど、かなりプニプニしてるんですけど、ここの部分が、やっぱり非常にホールドしてくれるので、ここあるとないとではやっぱり全然違うんだなっていう感じがあります。ここすごい良かったですね。で、1点だけ欠
点があるとすれば、僕ちょっと靴ずれしちゃったんですよ。というのも、ここのヒールタブの部分とここの部分にちょっと当たっちゃって、ものによるとは思うんですけど、ヒールタブ結構内に入ってるものはちょっと足首とかに当たると結構痛いかなと思います。長時間履いてると。なんで履く前にちょっと癖をつけてあった方がいいかなと思います。あと細かな点で言えば、この辺りですね、ポツポツとリフが入ってるんですよ、リフレクターが。この辺も見た目的にちょっと非対称で入ってたりするので、結構面白いなと思います。歩いててめちゃくちゃ気分いいです。上から見てると、かなり近未来なシューズを履いてるなと。かかとのこの出っ張りとかも見えて、非常に面白い靴でした。とにかくですね、いろんな人の感想があるので何ともは言えないんですけど、僕にとってはちょっと慣れるまで最初時間がいるかなと思います。ただ慣れちゃうともう病みつきになりますね。本当にクシュロンの柔らかさに驚かれます。僕前まであんまりクシュロンって好きじゃなかったんですけど、これに関してはクシュロンプラス蹴り上げた時のこのズームポッドがガツッと効いてくるので、ちょっと一足のシューズを履いてるっていう感覚ではないですね。歩いてる時に2段階に反発性を感じれるので、非常に面白いスニーカーだと思います。価格もこの2万円以下だと、本当かなりちょっと安いなって感じるぐらいのスニーカーです。未だにスニーカーズでもですね、サイズ結構残ってますし、この調子だと、どうだろう、アウトレットとかに落ちる可能性があるのかな。僕としては白も欲しいなって2足、お金に余裕があればストックとして欲しいスニーカーですね。僕エアマックス系正直あんまり好きじゃないんですよ。というのも、ほとんどのスニーカー言えるんですけど、加水分解絶対しちゃうんですよね。どうしてもしちゃうっていう部分。僕に関しては今まで2足加水分解でお亡くなりになっちゃったんで、やっぱり悲しいんですよね。珍しいスニーカーもどうしても履いてればある程度長引かせることはできるんですけど、どうしても3年か5年ぐらいではいっちゃったりするので、あんまり今まで手を出してこなかったです。ただこれに関してはちょっと一足履いてみる価値はあるかなと思います。ちょっとストックとして結構欲しいなっていうスニーカーなんで、できれば定期的に発売とかしてくれるとすごい嬉しいなと思います。以上、今回は、ナイキのエアズームタイプの動画をですね、前回と含めて2本、ちょっと作ってみました。またこの動画の他にもスニーカーのレビューを行っておりますし、あと、続々といろんなスニーカー販売されるので、皆さんもどういうスニーカーが履いてみたいとか、こういうのが気になるっていうのがあれば、できたらコメント欄で、教えていただければと思います。僕はそうですね、ナイキで言えば、スペースヒッピーとかが11日に出るんですかね。あのあたりが結構気になりますし、ニューバランスで言えば、990V2 とか V4 がちょっと履いてみたいなと今のところ思っております。またこの動画がよろしければ、グッドボタンお願いします。あと励みになりますので、よければチャンネル登録もお願いします。ではまた。